こんにちは、スタジオヘデブリューのふわわです。今回は置くだけでできる浮かせなし天井を10種類紹介していきます。左上に入手方法や染色についても記していますのでご参考になさってください。また最後に浮かせなし天井を作るときに大切な3つのポイントを解説しています。それでは作っていきましょう。1つ目はマジックスカイスケープシリーズです。通称天窓と言われるこの家具はカメラ貫通を防ぐ透過防止機能が備わっています。浮かせなし天井は基本的に透過防止のためなるべく内装の天井に近い位置で設置します。一方この天窓は低い位置に設置してもカメラが貫通することはありません。天窓は他の家具と組み合わせて透過防止機能のために使うこともあります。現在天窓の種類は3種類あり、昼、夕方、夜の景色が楽しめます。染色部分は木枠以外の外周の枠が染色されます。また3種類とも光の色や印象が違うのも特徴です。2つ目はウッドロフトです。こちらはロフトですが天井付近に貼ることでシンプルな木材の天井ができます。染色部分は外周の木枠以外です。木枠が気になる方はダークブラウンで染色すると少し目立たなくなります。3つ目はダウンライトウッドロフトです。こちらは先ほどのウッドロフトにライトがついた家具になります。染色も同じなので違和感なく組み合わせることができます。ダウンライトの光は広範囲を照らす拡散タイプです。4つ目は畳ロフトです。畳ロフトは表面はその名の通り畳張りになっていますが、裏面はこのようなおしゃれなチェック柄の木材になっています。染色部分は裏面すべてですが濃い部分と薄い部分があります。濃い染色にして照度を落とすと一色のように見えやすいです。5つ目はストーンロフトです。個人的に一番好きな浮かせなし天井家具です。潜水艦家具なので時期によっては負けモテの価格が高価になる場合があります。染色部分は裏面全体です。屋内でも漆喰のような質感で使いやすい天井です。また景色として空や雲の表現に使うことができます。6つ目はボタニカルロフトです。木材が格子状になっておりツタが垂れるおしゃれな天井になります。内装の天井が格子の隙間からわずかに見えます。染色部分は木材全体です。庭のパーゴラとしての表現もできます。7つ目は複製された足場です。複製されたシリーズの家具で工場廃墟にあるような天井が作れます。染色は負荷で格子状になっており内装の天井が見えます。正面を複製された天井正面にするとより自然に見えます。またされた足場にランプマニモランタンなどの卓上照明を乗せてから設置し照度を落とすとこのように格子状の影が模様のように壁に落ちます。他の複製された家具とともにインダストリアルデザインに合う天井です。8つ目はイミテーションウッドルーフウィンドウです。こちらは大きな家具で向かい合わせに設置すると三角の屋根裏部屋のような天井が作れます。染色部分は天窓以外の木材です。壁に設置できる位置まで天井の高さを調整できます。また透過防止機能があるため低く設置してもカメラ貫通が防げます。天窓からは他の窓と同様に時間によって日が差し込みます。9つ目はボールとピラーです。今回唯一壁掛け家具ではない調度品です。柱を地面に置くと白いアーチ状の天井を作ることができます。数を増やしたり角度を変えるとまた違った形になります。当は今まで紹介した家具を組み合わせた天井です。特に天窓は透過防止機能があり他の家具と組み合わせやすいです。様々な組み合わせを試してみてくださいね。最後に浮かせなし天井をきれいに作る大切なポイントを3つ紹介します。1つ目は壁の間隔を意識することです。
今回紹介した8以外の家具は実は全て同じ幅と奥行きになります。内装の床をホワイトマーブルフローリングにするとちょうどタイル4マス分と同じ範囲になります。そのため最初は床をホワイトマーブルフローリングにして壁を配置するのがおすすめです。今回はステージパネルを使いましたが、ほとんどの壁はタイル2マス分です。また設置する際はグリッド機能をオンにすることも大切です。オフにすると壁同士がずれてしまうことがあります。壁をタイルに沿って設置すると天井も家具がぴったりと揃います。壁の間隔を意識しないとこのように隙間が空いてしまうことがあります。壁をあえて狭め、家具同士を重ねても違和感のない天井もあります。2つ目は透過防止をするです。透過防止とは家具がこのようにカメラを貫通してしまうのを防ぐ機能です。カメラが貫通してしまうと視認性が悪くなったり画面酔いをしてしまうこともあるので、なるべく透過防止を取り入れましょう。ガセなし天井の透過防止方法は主に2つです。1、天井に近い場所に設置する。内装の天井には透過防止機能があります。照明との兼ね合いもありますが、なるべく天井に近い場所に設置するのがおすすめです。2、透過防止家具と組み合わせる。1や8の家具のすぐ下に目的の家具を設置することで低い天井も作ることができるようになります。3つ目は倉庫出しを活用するです。広い部屋で浮かせなし天井を作ると壁のない中央部分が空いてしまいます。そんな時は倉庫出しを活用します。設置したい家具を倉庫に入れ、コントローラーの方は四角ボタンから丸ボタン、キーマンの方はアスタリスクキーを2回押します。倉庫出しの方法は概要欄の浮かせ入門編動画で詳しく説明しています。紫色になって設置できない壁も倉庫出しをすれば設置できるようになります。3つのポイントを押さえてご自宅に浮かせなし天井を取り入れてみてくださいね。今後もハウジング制作動画を作っていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価、X のフォローよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。